はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。本日は死なないための大事な知識、こちらやっていきたいと思います。今までいろんなディアブロシリーズやってまいりましたけども、ここのね、死なないための知識の根本的な部分っていうのはそこまで変わってないかなと思います。はい。で、今回、ちなみに、死んじゃうと、装備耐久 10% だけで済むんですけども、ワールドボスありますよね。なので、できたら、やっぱりなかなか死なない体を作って、ね、勝率上げていきたいというところじゃないでしょうか。なので、今回は、大事な知識を3点にまとめてご紹介できたらと思います。それでは、どうぞ。はい、では早速大事な1つ目いきたいと思います。はい、ライフ。ということで、まずライフね、どうやってあげろせってね、ライフ、レベルだよね、一つね。うん。ハック&スラッシュとはやっぱレベルはね、今回結構大事になってきます。はい。なので、できるだけ、やっぱ上げていきたいところ、うん。で、レベルによって、ステータス及びこちらのライフ上がります。ということなので、手っ取り早くレベルはやっぱり非常に大事かなと思います。そして二つ目はアイテム。いわゆる装備関係ですね。はい。例えば、画面にあるようなこの指輪ですと、ライフ最大値プラス40。ね。もう結構でかいです。はい。なので、このレベルでこのライフに対して40上がるっていうのはやっぱ大きい。なので、こういった先日もね、動画上げましたけど、当たり効果のある装備。これに対してはやっぱりしっかり選別していきたいところじゃないでしょうか。そして3つ目は、スキルですね。これは近接色が多いんじゃないかな。はい。バーバリアンとかが結構多いんじゃないでしょうか。なので、基本的に HP アップ系のスキルは、極力取っていきたいところじゃないでしょうか。はい。じゃあ続きまして、耐性。はい。耐性に関しましては、物理と非物理があります。で、今回、めちゃめちゃ重要なのが、こちらの防御力。今回防御力は、非物理、物理、どちらも、かかってきます。なので、防御って基本物理だけちゃうのってね、違うんですよ。はい。なので、この防御力を上げるっていうのが、非常に大事になります。で、こちらやっぱり大きい比重を占めるのが、こちらのね、ズボンにあるような、やっぱりアイテム、装備ですね。これが非常に大きいです。例えばこのズボンですと防御力310。で、プラスステータスの筋力ですね。これによってももちろん上がります。はい。なので、今回この防御力がすごく大事なんですけども、例えば画面でいくと、これ1111、1111の防御力があります。この防御力が、例えば50に対して、1% ダメージ減少があるとした場合に、約 22% の物理ダメージ減少が発生します。ややこしいので、20%、約 20% の物理ダメージ減少があるとして、下の防具貢献度 50% とした計算をしてみたいと思います。はい、この下にある防具貢献度 50%。こちらは防御力の 50% が非物理ダメージの減少に伴う数字になります。なので、先ほど言った物理ダメージ 20% 減少の半分なので、非物理ダメージは半分の 10% 減少という形になります。ただ、この非物理耐性に関しましては、下の、火炎耐性とか、そういった属性耐性のものが、プラスされます。なので、この 10% にこの火炎耐性や冷気耐性のようなところのパーセンテージがプラスされるので、最終的には火炎耐性だけで見ると 13.7% の耐性値があるということです。ここで注意しなければいけないのは、火炎耐性 7.4% となってますが、実質受ける火炎ダメージは 3.7%、半分しか減少しないというところに注意が必要です。そして注意が必要なのがもう一つあります。それは火炎耐性をじゃあこれ以上いっぱい盛りたいといった時に、多自然ではなく乗算になるということです。なので、普段よりもかなり耐性値が、思っているより低くなってしまうと
いう現象が起きてしまいます。例えば、こちらの火炎耐性 7.4%、こちらに、前に出ています指輪の耐性、火炎耐性ですね。11.2% を足しますと、本来ですと 18.6% になるんじゃないのおじさんってね、こうなりますが、これが乗算計算になりますので、約 17% となってしまいます。なので、普段よりなんか耐性低いなと思いがちになりますが、このあたり、大体でいいので、しっかり計算しておくことが大事になってくるんじゃないかなと思います。また、ステータスの知力によっても耐性値は上がります。少しですが、知力で耐性値は上がりますので、このあたりも少し意識してみると違うかもしれません。では、続きまして、ダメージ減少。こちら見ていきたいと思います。はい、画面にあるように、近距離の敵から受けるダメージ減少率 4.0%、遠距離の敵からダメージ減少率 4.5% とあります。こちらは今まで計算したダメージ減少率にプラスして、ダメージが減少する値となっています。これは物理、非物理関係ないので、かなり、パーセンテージとしては大きいのではないでしょうか。なので、この減少率を持っている装備というのはとても大事です。ただ、この減少率系も、足し算ではなく乗算によって増えていくので、かなり大きめの数字がついている装備を持つことが大事になってくるのではないでしょうか。はい。では続きまして最後ですね。はい。バリア。こちらは障壁とか軽視の加護といった、種類になります。昨日もね、動画等でお伝えしましたけども、力の古文書にありましたような障壁関係、敵の攻撃力を吸収するもの、また、スキル等にある軽視の加護、こちらは敵の攻撃を跳ね返すバリアのような形になります。このバリアを一つ持ってる持ってないで、特にワールドボス、このあたりの勝率も変わってくると思います。また、スキル等にあるものでね、どうしてもちょっとこれ一つ枠潰れちゃうんやけどと思いながらも、やはりバリア関係っていうのはかなり大事になってくるので、やっぱ一つは載せとくべきじゃないかなと思っております。はい、ということで本日は死なないため大事な知識というところで、3点、ライフ、耐性、バリアとやってまいりました。ちょっと耐性の部分はね、やっぱちょっと難しい感じしますけども、属性関係がね、そのままの数字にとらわれないというところが大事なんじゃないでしょうか。また、それによってスキルや、古文書関係等もね、結構関係してきたりもするので、そのあたりも絡めつつ、耐性値をしっかり上げていくといったことが大事だと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。また、よろしければチャンネルの登録、Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。